こんにちは、上野ありさです。今日も私の彼のマイルズと一緒にビデオを撮っていきたいと思います。で、今日は、さっきインスタグラムで、質問を、私たちに恋愛系の質問があればっていう感じで募集したので、それを答えていきたいなと思います。質問ある超来てる、超来てる。あるテルマちゃんからも来てるよ。ありさ運転うまくて好き。とにかく2人が大好きだって。優しい、ありがとうテルマちゃん。運転上手。違う、質問じゃない。2人でお買い物行く時荷物を持ってくれるマイルズくんは本当に優しい。そう、テルマちゃんとこの間3人で IKEA 行ったんだよね。その時にそう、もうマイルズが荷物持ってくれたりしてで、なんか私がマジでディーバすぎるっていうふうにちょっとテルマちゃんにもね怒られたんだけど、そういう優しい人なんです。はい、じゃあ質問ね。恋愛が長く続くコツ、これ結構来るんだよね。うちらが長く長く付き合ってる秘訣はっていうのがすごい来るの。なんだろう、わかんない。なんか離れてる最初時間が多かったから、一緒にいる時はね、ちゃんと、時間大事にしようってなるよね、っていう感じだったからじゃない？わかんないけど。だからまあ確かにそれはあるかも、最初遠距離だったから、多分遠距離の人は分かると思うけど、その会える時間の濃密さとか凝縮しなきゃっていう、で会えるっていうこととか一緒にいれるっていうことがどれだけ幸せかっていうことを最初に学んでからこう一緒にいるから、今でも2人の時間大事にするし、それなかったらいて当たり前なんだもんね。そしたらちょっと違かったかもね。確かにそれは言われて気づいた。お互い心に余裕がない時ってどう接してますか？私でしょ、基本怒ってんの。そう、基本私が余裕がないから、多分マイルズがたくさん我慢してるなって思う。私はすぐ怒っちゃうから大変だよね。まあ我慢は分かんないけど、まあ、すぐ怒るはあるね。だってもう怒ってないのに、なんで怒ってんのって言うもんね。それで怒っちゃう。それで怒っちゃう私。ごめんね。決まり事はある？うちは行ってらっしゃいキスは喧嘩しててもする。行ってらっしゃいキスとかしないね。行ってらっしゃいって感じだよね。行ってきます。決まりある？ないんじゃん。ないよね。こうし、ね、あ、でも遠距離中は別に決めてないけどずっと連絡取ってるよね、お互いが起きてる時間は。おはようとおやすみしか連絡しない人もいるっぽいけど、うちらはお互いが起きてる時間は電話してたり、フェイスタイムしてたり、 LINE してたりしてるね。喧嘩した時の様子はどんな感じ？私が怒ってるんでしょ、私が怒ってマイルズは黙ってってやってる、ね、どう？何それ？もう黙ってってやってる、マイルズは。喧嘩しなくない？私が怒ってるだけで違う？まあ喧嘩だってマイルズは怒んないもん。言い合いにはならない、言い合いにはならなくて、私が「わー」って言ってマイルズが「ってやって「ごめんね」っていう、でもいつも謝るでしょ、ちゃんと。そんなことない？分かんない。謝ってるつもり私ちゃんと冷静になったら悪かったなって思うから。そうだね。どうやって惹かれ合ったんですか？話してよ。分かんない。どういう意味惹かれ合ったって。だからどうやって好きになったか。私は気づいたら好きだった。気づいてそんなのです説明になってないわ。だから毎日連絡取ってて、気づいたら好きだった。どう？そうだね。同感。同棲するにあたって何か話し合いしましたか？してないよね。もう普通に、あ、でもしたか。日本に住む住まないとかちょっと。でも話し合いって話し合いではない。あんました記憶ないけど。そっか。あ、相手に直してほしいところ。
なんだろうね。マイルズに直してほしいところ、ありますあります。はい、なんかたまたまやってないだけなのに自分がやったら、上げ足を取る最悪じゃん。マジ最悪じゃん。だってそうじゃん、超嫌なやつ。そうじゃん。嫌なやつじゃないけど、いやいや今日やっただけじゃんっていう時に、ちゃんとやろうとか言ってくるじゃん、私に。そう、まあアピールしたいんじゃないの俺も。そうだよ。なんだ 100% やってないわけじゃないよっていう、ね、それが2割になる。じゃあ私にはトイレのドアを閉めてほしい。終わったらもう絶対もうトイレのドアね、わかるよ、閉めようよっていう。終わった後にってこと？そうだよ。分かった。なんだろう、そんぐらいじゃん。別れようと思ったことありますか？ある？ないです。2人の暗黙のルールありますか？喧嘩しない、長引かせないために決めてることとか。ないよね、長引かなくない？喧嘩てか、まあ私が怒ってるだけだからさ私がちゃんと冷静になって。家事の分担とか金銭面の分担とかってどうしてますか？分担してないよね。まあ適当に気づいたらって感じ。適当に気づいたらやってる。金銭面も分けてる、財布分けてるけど分けてないようなものだよね。マイルズの意見聞きたいって。7年片思いの仲いい友達がいて、中学の時告白したけど、中学の時とこの間告白したけど、野球選手目指してて今は野球に集中したいと振られました。諦められない、相手にされてないけどまだ好きでいいと思いますか？鬱陶しいですか？彼氏さんの意見聞きたいです。その人が振り向いてくれるまで次の恋に進めない気がするし、でももう21だしってなってます。こういう相談得意じゃないでしょ。そうだね。だから7年間片思いして2回振られてて、次には進めないと。まだ好きでもいいと思うか鬱陶しいと思うか、男目線からでも2回振られてるんでしょ、その時の理由にもよるんじゃない？どういう。でも野球に専念したいんだって。けど男の人ってそういうさ、仕事に専念したいからっていう理由使うでしょ、傷つけないように。ちゃんと答えて。ちょっとその人に会ってみないと分かんないその片思いの相手の人、その人がどういう人なのか次第じゃない？まあね、確かにそれでさ、結構なんかね、遊んでたりとかそういう。でも野球やってるってことは結構真面目な人なんじゃない？関係ない。関係あるの？野球やってたら。だって野球って坊主じゃんだから何？大変じゃん。違うよ。遊べないの？遊ぶ時間がないってこと。部活して。そういう意味。まあね。部活じゃないから野球選手目指してるけど、私は次行った方がいいと思うのは、せっかく21歳で若いから、別に彼は彼の好きな気持ちは大切にしたまま、なんか他の出会いとかがあるんだったら、一応なんか男の人への免疫をつけた方がいいと思うから、男の人に出会ってちょっとデートしてみたり、ちょっと付き合ってみたりっていうのはちょっと軽率だけど、なんかそういう風に、そうすると意外とこんなもんじゃんっていう風になるかもしれないから。ブランド物買うとき彼に相談しますか？いつも旦那に反対され踏み切れません。するよね、たまに。けどいいんじゃん。でもどちらにせよあなたも買うから、どっちがいいぐらいしかあなたは聞かない。これ買おうか買わないかじゃない、どっちがいいでよく聞かれる。もうあなたの中ではもう買う前提で見てるから、じゃない？女の子って愛するより愛される方が幸せだと思いますか？で、絶対愛された方がいいよって思った。私も追いたい派だったけど。付き合う前の期間どのくらいですか？3ヶ月ぐらいか。3ヶ月ぐらいです。もらって嬉しかったプレゼント、話していい？プレゼントというか、付き合って2ヶ月の時にバレンタインの日で、この人は結構アメリカ、中身日本とアメリカがちょうどよく混じってる感じだからアメリカってバレンタインは本当愛の日で、日本みたいに女の子が男の子に告白してチョコレートを渡すとかじゃないから、それでちょうど私がニューヨークで仕事で、フィグのお仕事で PR の早見って子と一緒にニューヨークに行って、でバレンタインの日にちょうど日本からニューヨークに行ったんだけど、ホテルに着いて早見と部屋もちろんシェアしてたから、ホテルに着いてふーってなんか
やっと長かったみたいな感じでゆっくり休んでて、でマイルズと電話とかもしてたんだよね。今から乗るよとか、そのニューヨークにいる間行くよとかいう電話をしてて、でその時 LA にいたから、日本よりは近いから時差とかもで話してて、でホテル着いてちょっとして早見と話してたら、部屋にコンコンってノックが来て、で私が奥のベッドにいて、ツインだったんだけど、早見がこっち側にいて、でトントンってなった瞬間に早見が私の顔を見て、で出てみたいな感じで、早見のが近かったから出てみたいな感じで出てもらうんだけど、早見がなんかすごい時間かかってたの、ドアに行くまでに。なんかみたいな、なんかちょっとおかしいな動きしてて、それでもなんでだろうとか思ってて、でドア開けてなんか普通はいみたいな感じで会話が始まるのに、なんか2人で、だから早めがドア開けて黙ってて、で私携帯いじってたから気にしてなくて、でパッて見たら花束持ってマイルズが立ってて、で早めはそれを全部知ってたんだよね。早めに知ってたから、早めは本当はドアを出たくなかったんだけど、私が出てって言うから出てくれて、そしたらマイルズがサプライズで LA からニューヨークまで来てくれて、でその前がちょうどスイスに行ってたんだよね、スイスに行ってたから、そのお花とスイスのチョコレートを持ってサプライズで来てくれて、でっていうのが嬉しかったよ、私からのプレゼントは何が嬉しかった？ヨーロッパ行ったことかな。一緒にベネチア行けたのが、とポルトガルね。そう、あれはすごい一緒に行けてよかったなと思ってる。いつだっけ？2年前ぐらい。これそうだね、Vlog も載ってるので、概要欄に貼っておくのでぜひ見てください。あれが良かったんだ、ね、初めて聞いた。行けて楽しかったなと思ってる、気になってる人が仕事で自分に余裕がない人です。少しでも楽でいられるようにしてあげる方法。わかんないな全然。じゃああなたが仕事でいっぱいいっぱいの時にどうしてほしい？私に連絡してほしい？いや、なんか逆に気にしちゃうというか、その連絡を僕が返さないことによってあなたが不安とかになったら嫌だなっていうのはある。優しいね。かな。いっぱいいっぱい。優しいね。いや違う、でもだって悪いと思うというかさ、だからそれを理解してあげたらいいんじゃない？忙しい時は忙しいっていう。じゃあ連絡しない方がいいってこと？あんまり朝と夜だけとか付き合ってないんだよ。いや、そういうどうなんだろうね。連絡しないじゃないけど、連絡が頻繁に返ってこなかったら来なかったで、それを理解してあげたらいいんじゃないって思う。どっちから告白しましたか？どっちだと思ってんだろうな。どっち？どっち？告白？どっちから告白した？俺じゃない？ふざけんなよ。私だよ。私がもういても立ってもいられない、なんかもう何やってんだろうとか思っちゃって、2ヶ月ぐらい連絡取ってるのに何の進展もないから、もう私からマイルズのこと好きだよって言ったんだよ。覚えてますか？そしたら俺も好きだよって言って乗っかってきてだからでも付き合おうとかは私からは言ってないけど、好きだよ、どう思ってるみたいな、それでどうするのっていう感じで言ったよね。おお、衛生面の価値観ってぶつかったりしないですか？ぶつかった時どうしてますか？ぶつかる？何？うるさくない？俺はどういう？わかんないけどなんで先生どういう？わかんない。でなんか俺は飲まないで、例えば鶏肉切ったらダメとかさ。そうだね、鶏肉とかにすごい敏感。なんか鶏肉切って当たり前だけどね鶏肉切ったまな板とかにすっごい敏感で、私結構大雑把なんだけど、でもそれはマイルズに合わせてる。あと洗濯物とかも私結構色物と一緒に白とか洗っちゃうから洗っちゃってたんだけど、すごいそれでなんかマイルズの白い T シャツがピンクっぽくなっちゃったりとか青っぽくなっちゃったりして、それで分けるようにしたい。私は結構もう青くなっちゃったら青くなっていいやっていうタイプだから
けどマイルズはそういうの細かいから、それは住んでから。でも私がそれを学んでって吸収したよね。なんか言い方悪くないなんで俺の風にさせたみたいな。わかんない。でも正しいことじゃん本当は。だって鶏肉とかさ、それが正しいんだねんけどど、っちが主導権握ってますか？どっち？あなたじゃない私なの？あなたじゃない。私です。